り解説、大英の司法。若尾文子、その美しすぎる魔性と情念の傑作ベスト10。ねえ、マリサ。今回のテーマは昭和の銀幕を彩った伝説の女優さんだって聞いたわ。一体誰のことなの？ああ、日本映画界の司法、若尾文子さんだぜ。彼女は大英の黄金期を支えた三人娘の一人で、2014年の女優ランキングでは歴代2位に選ばれるほどのレジェンドなんだ。歴代2位。それはすごいわね。でも、彼女ってどんな魅力があるのかしら？最初は清楚な美少女として人気が出たんだけど、鬼才増村康造監督らと出会い、それまでの日本映画の大志の部女性像をぶち壊し、自分の欲望に忠実な情念の女へと変貌したんだぜ。それまでの常識を変えちゃったのね。ああ、後に夫となる建築家の黒川紀章さんが、彼女は西洋のバロックのような、過剰なまでの装飾美と生命力を持っていると称賛したほど、その美貌と存在感は圧倒的だったのぜ。バロックだなんて、芸術品みたいね。お話の内容も詳しく知りたいわ。了解だぜ。今回は名作の魅力を深く語るために、結末まで触れるネタバレありで進めるから、そこだけ注意してくれよな。それじゃあ、彼女の傑作ベスト10、早速発表していくぜ。第10位、10代の晴天、1953年。ねえマリサ、若尾文子さんの伝説を語る上で、まず最初に知っておくべき作品は何かしら？まずは1953年の10代の晴天を語らないわけにはいかないぜ。これが彼女を一躍スターダムに押し上げた出世作なんだけど、同時に晴天女優というレッテルを貼られて、彼女自身が長くタブー視することになった因縁の作品なんだ。晴天女優だなんて、今の気品あふれる彼女からは想像もつかないわね。どうしてそんな風に呼ばれるようになっちゃったの？当時の社会ではタブーだった性教育やレイプ、さらには同性愛といった過激なテーマを扱ったからなんだ。教育関係者や婦人団体から有害だと猛烈なバッシングを浴びたんだけど、マスコミもそれに便乗して彼女を象徴的な存在として書き立てたんだぜ。そんなに批判されたのね。でも、映画の中の彼女はどんな様子だったのかしら？やっぱり、今のイメージとは違うの？ああ、当時19歳の彼女は、顔がパンパンに膨らんでオタフクみたいなんて言われていたほど初々しかったんだ。劇中では1年先輩をお姉様と慕って、嫉妬からあんな男、こう殴って、こう蹴っ飛ばしてやると元気いっぱいに飛び蹴りのポーズを見せるシーンがあるんだぜ。2本指を立てて挨拶する姿もすごく健康的なんだ。飛び蹴りだなんて、すごくお茶目じゃない。そんなに可愛らしいのに、世間の批判は止まらなかったのね。劇中では、生理中は窃盗をしても仕方ないといった極端な理屈も飛び出したから、余計に騒ぎが大きくなったんだ。今の感覚だと驚きだけど、当時は、晴天物というジャンルができるほど社会現象になったんだぜ。バッシングが逆に宣伝になっちゃったのね。そうなんだぜ。若尾さんは後に、あの頃は街を歩けば石を投げられるような雰囲気だったと回想しているほどだ。良くも悪くも、若尾文子の名が日本中に刻まれることになった歴史的な一本なのぜ。第9位、浮草、1959年。第9位は、巨匠小津安二郎監督が唯一、大英でメガホンを取った1959年の傑作、浮草だぜ。若尾文子のみずみずしい色気と、内に秘めた意志の強さが同時に味わえるから、昭和映画ファンなら絶対に見るべき一作なんだぜ。小津監督といえば、独特な構図で有名よね。大英の看板女優だった若尾さんと組むなんて、すごく新鮮な組み合わせだったんじゃないかしら？ああ、というのも、小津監督が作り出す完璧な様式美の世界に、若尾さんの持つ魔性が絶妙に溶け込んでいるからなんだ。物語は旅役者の一座が舞台でな。中村鴈治郎演じる座長の駒十郎には隠し子の息子がいるんだけど、それを知った愛人の澄子が嫉妬して、若尾さん演じる若い女優佳代にあの子を誘惑しろって金を渡すんだぜ。お金を渡して誘惑させるなんて、ドロドロした展開ね。佳代さんはどうなっちゃったの？最初は命令通りに近づくんだけど、
いつしか二人は本気で愛し合ってしまうんだぜ。圧巻なのは、激しい雨の中で駒十郎と澄子が道を挟んで罵り合う有名な喧嘩のシーンだ。降りしきる雨が檻の格子のようでな。そんな修羅場の中でも、かよは駒十郎に殴られながら、あの人を好きなんだから仕方ないじゃないって凛と言い放つんだぜ。ただ命令に従うだけじゃなくて、自分の愛のために誰にも屈しない。若尾さんの演じる女性って、本当に芯が強くてかっこいいわね。要するにこの映画は、彼女が単なる添え物の美人じゃなく、人間のエゴや真実の愛を体現できる本物の演技者だってことを証明した一作なんだぜ。ラスト、容疑者の待合室でタバコをきっかけに和解する名シーンの余韻も、彼女たちの若々しい恋と対照的でたまらないのぜ。第8位、盆地、1960年。マリサ、次はどんな映画？船場の若旦那のお話だって聞いたけど、若尾さんはどんな役なの？第8位は1960年の盆地だぜ。山崎豊子の名作が原作で、映像の魔術師市川崑監督がメガホンを取ったんだ。若尾さんは、看板俳優市川雷蔵を骨抜きにする芸者、ボンタを演じているぜ。市川崑監督に市川雷蔵さん。まさに大英のオールスターキャストね。ああ、特に初登場のシーンは、カラー映画としての色彩美が爆発しているぜ。ピンクの日傘を差して現れる若尾さんだが、なんと手の指だけでなく、足の指にまで指輪をはめているんだ。これには当時の観客も、なんてエロチックでモダンなんだと度肝を抜かれたらしいぜ。足の指にまで指輪なんて、すごく個性的ね。でも、そんな自由な芸者さんでも、船場の厳しいしきたりには勝てなかったのかしら？いや、彼女の凄さはそこからだぜ。妾として本宅へ挨拶に行く本宅伺いのシーンでは、清掃して凛とした美しさを見せ、厳しい母親役の山田五十鈴さんをも圧倒するんだ。さらに空襲で焼け残った蔵の中での入浴シーンでは、京町子さんや越路吹雪さん演じる他の妾たちと一緒になって、男のいないところで将来を明けすけに語り合うんだぜ。蔵の中でお風呂に入るなんて驚きだけど、女の人たちが本音をぶつけ合う姿は、なんだか強くてかっこいいわ。まさに、女は愛嬌だけじゃなく、したたかに生き抜く力が必要だってことを教えてくれるぜ。若尾綾子の気品ある美しさが、泥臭い商売女の意地と見事に重なり合って、この豪華絢爛な物語に深い彩りを添えている名作なのぜ。第7位、しとやかな獣、1962年。第7位は、団地を舞台にしたブラックコメディなのね。若尾さんは、ここではどんな女性を演じているのかしら？ 1962年のしとやかな獣だぜ。若尾さんは計算高い会計係の幸恵という役なんだ。登場人物のほとんどが自分勝手な欲にまみれた獣という、凄まじい密室劇なのぜ。全員が自分勝手な獣だなんて、聞いているだけでゾッとするけど、若尾さんの悪女ぶりも相当なものなの？ああ、彼女が言い放つ証拠のない事実なんて空気みたいなものよというセリフは、あまりに冷徹で痺れるぜ。自分の予感を持つという野望のために男たちを翻弄し、没落していく男とすれ違いながら白い階段を颯爽と登っていく姿は、圧巻の美しさなんだ。階段のシーン、映像としてもすごそうね。その団地の中に住んでいる家族も、なんだか普通じゃない雰囲気を感じるわ。そうなんだぜ。夕焼けを背景にして映画ステレオで踊り狂う中、父親と母親が黙々と信州そばを食べるシーンは、不気味なほどシュールなんだ。伊藤祐之介演じる父親があんな貧乏には二度と戻りたくないと独白する場面は、戦後を生き抜く人間の凄まじい執念が滲んでいて息を飲むぜ。みんな自分のことばかり考えていて、怖いくらいね。物語の最後は、一体どうなっちゃうの？結末は本当に衝撃的だぜ。幸恵に翻弄されて全てを失った男が屋上から飛び降りる中、家族は何食わぬ顔でコーヒーを飲みながら、乾杯して終わるんだ。若尾綾子の知的な悪女ぶりが、戦後の欲望と空虚を浮き彫りにした、まさに日本映画史に燦然と輝く傑作なのぜ。第6位、癌の寺、1962年。第6位は京都のお寺が舞台なのね。
和福井の若尾さん、きっとお寺の雰囲気にぴったりだわ。1962年の癌の寺だぜ。聖なる場所であるはずの禅寺を舞台に、人間の醜い欲と情念が渦巻く、ミステリアスで短美な物語なんだ。お寺でミステリーなんて意外ね。若尾さんは、どんな境遇の女性を演じているのかしら？若尾さん演じる里子は、亡き画家の妾だったんだけど、遺言で三島正夫演じる住職の自戒に引き取られるんだ。ところがこの住職が癖者でな。表向きは高僧として敬われながら、仏壇の前で里子と酒を酌み交わして情愛に溺れる、とんでもない生臭坊主なんだぜ。さらに寺には口減らしで預けられた小僧の次男がいて、住職から凄惨な折檻を受けていたんだ。そんな場所で修行なんて、小僧さんがかわいそうすぎるわ。里子さんは彼を助けてあげないの？里子は自分と同じ貧しい境遇の次男を不憫に思って、彼の部屋に忍び込んで自らの体を与えるんだぜ。でも、その直後に住職が謎の失踪を遂げるんだ。壇への葬儀で棺桶を担いだ人たちが妙に重いと不審がるんだけど、次男の異様な迫力に黙り込んでしまうシーンは、背筋が凍るような緊張感があるぜ。棺桶が重いだなんて、何が入っていたのか想像しちゃうわ。最後はどうなるの？最後は次男が描いた母ガンの襖絵が無残に剥ぎ取られて終わるんだ。全編モノクロなんだけど、この襖絵と、ラストに観光地化したお寺をジャズと共に映す場面だけがカラーになる演出も秀逸だぜ。清らかな寺院の裏側でうごめく人間の生と業を、若尾文子の妖艶さが残酷なほど美しく引き立てている傑作なのぜ。第5位、妻は告白する、1961年。第5位は、増村康造監督と組んだ1961年の金字塔、妻は告白するだぜ。若尾文子が常年の女優として不動の評価を得た衝撃作でな。一本のザイルに繋がれた夫を切り落とし、愛する男を選んだ女の、凄まじいエゴと純愛を描いているんだぜ。ザイルを自分から切っちゃうなんて、ものすごい状況ね。山の上で一体何があったのかしら？穂高連峰での登山中に夫が滑落して、三人が宙吊りになったんだ。一番下の夫が岩にしがみつこうと揺れるたびに、ザイルが食い込んで全員が落ちる寸前だった。その極限状態で、綾子は泣き叫びながらナイフで夫と繋がるザイルを切り捨てたんだぜ。検察は保険金目当ての殺人だと疑うけど、彼女は愛するコーダを救うための緊急避難だと主張するんだ。旦那様との間に愛はなかったの？まったくだぜ。戦後、過労と栄養失調で死にかけていた綾子を夫が疲労用に結婚したんだけど、実態は子供も産ませず雑用を押し付ける安上がりな家政婦扱いだったんだ。夫は彼女を飼い殺しにして自由を奪うのが目的だった。だからこそ、自分を人間として見てくれたコーダへの愛は、次第に狂気じみていくんだぜ。裁判が終わった後の二人の関係も気になるわ。無罪を勝ち取った後、自分を恐れて逃げるコーダを追って、綾子は土砂降りの雨の中、ずぶ濡れの着物姿で会社に現れるんだ。あの清廉な美しさと執念は、見る者を凍りつかせるぜ。最後は毒を飲んで命を絶つんだけど、遺留品の中には彼女を拒絶したコーダを受取人にした500万円の保険金小切手が入っていたんだぜ。自分の命と引き換えに、愛を証明したみたいで切ないわね。ああ、美しさと狂気が表裏一体となった若尾文子の真骨頂だぜ。本物の岩壁で宙吊りになって撮影されたリアリティも相まって、増村若尾コンビの最高傑作と言っても過言じゃないのぜ。第4位、越前竹人形、1963年。第4位はどんな映画なの？タイトルは繊細な感じだけど、また重厚なお話なのかしら？その通りだぜ。第4位は1963年の越前竹人形だ。水上勉の小説を映画化したもので、純真な竹細工職人の木助と、若尾さん演じる元遊女玉への悲しくも有限な愛を描いた物語なんだぜ。竹細工職人と女性ね。この映画が数ある主演作の中でも特別なのには、何か理由があるの？若尾さんの持つ手が届かないような美しさと、歪んだ夫婦の形が徹底的に描かれているからだぜ。
喜助は玉江を身請けして妻にするんだけど、彼女を亡き父が愛した聖母のように崇めてしまい、一度も肌を合わせようとしないんだ。彼女を生身の女性として愛さず、ただ理想の人形を作るためのモデルとしてしか見ていないのが、この悲劇の始まりなのぜ。夫婦なのに触れもしないなんて、奥様としては寂しすぎるわね。印象に残る具体的なシーンはあるのかしら？まずは冒頭、雪の降る墓前で合唱する玉江の後ろ姿だぜ。白く透き通るような襟足は、世界一のうなじと称えられるほどの精遠さなんだ。驚くことにこの雪のシーン、実は真夏の猛暑の中で撮影されたんだぜ。でも、そんな静かな生活も、西村光演じる残忍な男に強引に侵されることで壊れてしまう。彼女は不義の子を宿し、絶望のどん底へ突き落とされるんだぜ。なんて残酷な展開なの。彼女は最後、どうなってしまうの？渡し船の中で流産し、村へ帰って喜助に見取られながら息を引き取るんだ。この時、中村鴈治郎演じる船頭が彼女を解放する姿は、まさに絶対的な善を感じさせる名演だぜ。宮川和夫のカメラが映し出す、風にざわめく竹林の不気味な音や、稲光に照らされる彼女の表情は、まるでホラーのような緊張感があるんだ。玉江の死後、喜助が人形作りを捨てて去る結末も含め、若尾綾子の儚い美しさが残酷な運命に翻弄される、主力の文芸大作なのぜ。第3位、卍、1964年。マリサ、第3位はいよいよベスト3の発表ね。タイトルが漢字1文字で卍だなんて、なんだか不思議な雰囲気だけど、どんなお話なのかしら？ 1964年公開の増村康造監督作、卍だぜ。文豪谷崎潤一郎の小説が原作でな。若尾さん演じる魔性の観音様が周囲の人間を一人残らず破滅へと引きずり込んでいく、凄まじい愛憎劇なんだぜ。魔性の観音様だなんて、また極端な表現ね。でも、観音様って普通は人を救ってくれる存在じゃないの？この映画では違うんだ。若尾さん演じる霊場光子が、あまりに美しすぎて罪深いんだぜ。岸田京子さん演じる人妻が、自分の描く理想の妖竜観音のモデルとして彼女を見た瞬間、あまりの美しさに理性を失ってひざまずき、そのまま同性愛の関係に溺れていくんだ。同性すらも狂わせてしまう美貌。若尾さんのフェロモンが画面越しに伝わってきそうね。でも、お話はそれだけで終わらないんでしょう？ああ、光子には別に情婦がいるんだけど、さらに人妻の旦那まで光子の魔力に囚われていくんだ。まさに、卍のように4人の男女が絡み合うんだけど、光子が毎晩、夫婦2人に睡眠薬を飲ませて、自分一人で支配し続けるクレイジーな共同生活を送るシーンは、狂気そのものだぜ。愛を二人で分かち合うために欠板の誓約書まで交わす異常な関係には驚くばかりなのぜ。毎晩睡眠薬を飲まされるなんて、もう普通の人間関係じゃないわ。そこまでして手に入れたかった愛の結末は、一体どうなったのかしら？最後は真っ白な一つのベッドに三人が横たわって心中を図るんだけど、最愛の光子と夫を亡くして、人妻一人だけが生き残ってしまう絶望的な幕切れなんだ。若尾綾子の圧倒的なフェロモンが、見る者すべてを地獄へ誘うような、最高にスキャンダラスで美しい一本なのぜ。第2位、制作の妻、1965年。ねえ、マリサ。第2位はいよいよあの有名な作品ね。若尾さんの代表作として必ず名前が挙がる映画だって聞いたわ。ああ、1965年の制作の妻だぜ。増村益造監督と若尾さんのコンビによる最高傑作で、一人の男を死ぬまで独占しようとする女の、凄まじいまでの情念が描かれているんだぜ。独占するためにそこまで、一体、二人の間に何があったのかしら？舞台は日露戦争の頃の農村だ。若尾さん演じるお金は、妾上がりの汚れた女として村中から差別され、村八分の孤独に耐えていたんだぜ。そんな彼女を唯一、一人の人間として愛してくれたのが、村の英雄でも反青年の制作だった。でも、当時の村人たちの態度は異常だったんだ。制作を神のように崇めて、
今度は名誉の戦士をしてこいなんて平気で期待をかける。狂ったナショナリズムに支配されていたんだぜ。死んでこいなんて、あまりにひどすぎるわ。お金さんは彼を守りたかったのね。愛する政策を二度と戦場に送り出したくない一心で、彼女は出生の当日、五寸釘で彼の溶岩を突き刺したんだぜ。これでもう死にに行かなくて済むと泣き叫びながら夫を失明させるクライマックスは、震えるほどの衝撃だ。あんなに彼を英雄と呼んでいた村人たちが、盲目になった途端に非国民と罵り、石を投げつける表現ぶりも残酷すぎて言葉を失うぜ。愛ゆえの強行なのね。そんなことをして、二人は許し合えるのかしら？ 2 年の刑期を終えて戻ったお金を、全盲になった政策が温かく迎えるんだ。一人がどんなに辛いか、お前の孤独がどれほどだったか初めて分かったと語りかけ、二人で静かに畑を耕すラストは、世俗の価値観を超えた究極の純愛の形なのぜ。若尾綾子の危機迫る演技が、愛の狂気と気高さを同時に証明した。まさに日本映画史に残る大傑作なんだぜ。第1位、赤い天使、1966年。いよいよ栄光の第1位は、1966年公開の増村康造監督作、赤い天使だぜ。日中戦争の最前線を舞台に、極限状態での生と死を真正面からえぐり出した。若尾綾子のキャリアの中でも最高傑作と呼ぶにふさわしい衝撃作なんだぜ。赤い天使。タイトルは美しいけれど、戦場のお話なのね。これまでの作品以上に激しい情念が描かれているのかしら？ああ、野戦病院はまさに地獄でな。芦田伸介演じる軍医が、兵隊は人間じゃない。一枚の認識票だと思えと言い放ち、バケツには切断された手足が溢れているんだ。そんな凄惨な場所で、若尾さん演じる看護婦の桜は、恥ずかしめを受けながらも、男たちの尊厳を守るために自らの体を投げ出していくんだぜ。両腕を失い絶望した兵士のために、ホテルで全裸になって救おうとするシーンはあまりに強烈だ。自分の体を使ってまで人を救おうとするなんて、まさに天使そのものね。さらに、モルヒネ中毒で不能になった軍医を救うために夜通し格闘し、彼を男として復活させるパッションも凄まじいぜ。全滅を前に二人が軍服を着てごっこ遊びをするシーンは、切なくて妖艶で涙が出る。最後、積み重なる遺体の中でただ一人生き残った彼女が、互いに付け合ったキスマークが残る軍医の死体を抱きしめる姿は、美しさと残酷さが究極の形で融合しているんだ。戦争という巨大な暴力の前で、愛だけを武器に戦う若尾さんの姿に圧倒されるわね。要するにこの映画は、モノクロの映像美の中で若尾綾子の凛とした美しさが、戦争の虚しさと人間の生命力を最も鮮烈に刻みつけた一本なのぜ。これを見ずして彼女は語れない、まさに伝説の名作なんだぜ。総評、まとめ。若尾綾子さんの映画、どれも本当に凄まじい熱量だったわね。最初は可愛らしい少女だったのに、いつの間にか誰も手が届かないような神々しい女優さんになっていて驚いたわ。ああ、清純派から魔性の女、そして情念の塊のような役まで、彼女は日本映画の黄金期を全身で駆け抜けた最高のミューズなんだぜ。増村監督や川島監督といった巨匠たちが、彼女の美しさを引き出すために魂を削った傑作ばかりなのぜ。皆さんの心に残っている若尾綾子さんの作品や、印象的なシーンもぜひコメントで教えてほしいわね。当時の映画館での思い出話も大歓迎よ。というわけで、今回の解説はここまでだ。この動画が面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いするぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。